こんにちは。ナビゲーターの小原ちゃんです。ネパールには今を生きる神様クマリがいらっしゃいます。今日はパタンという町に住む生き神様クマリに会いに行きましょう。後半では特別に撮影の許可をいただいて、クマリのお家の中の様子もお伝えします。カトマンズから南へ車でおよそ15分。北側からパタンへと入る道に鎮座する門は、まるで過去への扉のようです。街角には地元の人々が集い、日々の暮らしを楽しむ憩いの空気が広がっています。この街では石畳の道を歩くだけで、歴史と現代が見事に融合した生活を感じ取ることができます。ガネーシャテンプルのそばを通れば、そこから放たれる平和な空気に引き込まれます。その静けさは心を穏やかに満たします。ヒンドゥー教の知恵と繁栄の神様ガネーシャの存在が祝福を与えてくれているかのようです。このお寺はパタンの精神性と芸術性が融合した場所。その装飾は見る人を魅了します。さらに南へ歩を進めれば、そこに鎮座するのはブバニシュワリ寺院。その名の通り、このお寺は女神ブバニシュワリに捧げられています。ブバネは宇宙、イシュワリは女神、ブバニシュワリは宇宙の母として仏教徒からもヒンドゥー教徒からも敬愛を集める女神です。ダーラーチャ通りを右に折れ、川楽通りへと足を向けます。この道を歩けば、古都パタンの長く壮大な歴史がひとひらひとひら心に降り積もってくるかのようです。パタンはカトマンズ盆地で最も古い都であると言われています。西暦299年にビールデーバ王により築かれたとされますが、実際の歴史はさらに深く、紀元前250年に遡ります。伝説によれば、インドのアショーカ王が娘と共にこの地パタンを訪れ、周囲に4つ、中央に1つのストゥーパを建てたと伝えられています。このエリアはパタンの伝統的な工芸品である木彫り細工で知られ、職人たちの技が今もなお受け継がれています。そして細い路地を左に曲がり、その先の喧騒を目指せば、パタンの心臓部であるダルバール広場がその壮大な姿を表します。ダルバール広場に足を踏み入れると、この場所が語る歴史の重みに圧倒されます。かつてマンラ王朝の宮殿が立ち並んでいたこの広場は、ネパールの歴史と芸術の中心地です。特に1637年に建てられたクリシュナ寺院は、並外れて精巧な石彫りで知られ、その美しさと歴史的価値を今に伝えています。さて、パタンのクマリが住む家へと向かいましょう。その道すがらでは、ノスタルジックな路面のお店、オレンジを売る人、そして自転車のパン屋さん、おやつをあげる油の音がこの街の日常の一コマを見せてくれます。これらの風景はこの古都が持つ豊かな文化と生活の息吹を感じさせてくれます。その家の門はパタンを
東西に横切る通りにおもむろに佇みます。パタンのクマリは仏教寺院ラトナカール・マハビハーラにチタイダールと呼ばれる女性とその家族と共に暮らしています。ここは古都パタンで最も神聖な場所であり、いつでも静寂に包まれています。満月の夜に仏教徒の家から選ばれるクマリはヒンドゥーの女神カーリーの化身、また仏教においては雨と雷の女神バジラデビーをその身に宿すとされます。実はネパールには11人のクマリが存在すると言われています。カトマンズのクマリが国を守るロイヤルクマリとされる一方で、10人のローカルクマリはそれぞれの町を悪い力から守ると信じられ、敬意を集めています。その中でもカトマンズ渓谷の3都市カトマンズ、バクタプル、そしてパタンのクマリの存在は大きく、人々の心の拠り所となっています。さて、いよいよパタンのクマリに拝謁しましょう。特別な許可を賜り、お部屋の中を撮影させていただきました。パタンのクマリの家は2階建て。まず扉をくぐると、その奥の片隅に小さな階段があります。その階段を上った左側、黄色い部屋のその奥にクマリがいらっしゃいます。クマリとは直接言葉を交わしてはなりませんが、実は何度もお会いしているクマリ、僕のことを覚えてくれていた様子で、ティカとバナナを授かりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ネパール番外編いかがでしたか？パタンは壮大な歴史と現代とが融合したとても魅力的な街です。その景色にはどこか懐かしさを覚え、それは僕たちの心をつかみます。そこに住む人々はおおらかで優しく、笑顔が絶えません。カトマンズ渓谷にポツンと佇むパタンの街、決して派手さはないものの、そこには言葉にできない何かがあって、何度でも足を向けたくなる、そんな場所です。たったの10分間ではご紹介しきれないパタンの街、どうかあなたも実際に訪れてみてくださいね。さて、ネパール番外編はまだ続きます。次回はカトマンズの街に戻ります。そしてカトマンズのダルバール広場の歴史を掘り下げます。ネパールが開国により世界に知られてまだ100年も経っていないことをあなたはご存知でしたか？そんなネパールですから、まだまだ神秘にあふれています。次回はカトマンズダルバール広場の歴史を紐解きながら、その神秘に触れます。どうぞお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。世界中にただいまとお帰りを言い合える場所を増やしたい、そんな思いでお届けしているただいま.earth。高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それでは次回のエピソードでお会いしましょう。じゃあまたねー。君が大人